朝から落ち着かない話題ね。沖縄の方、空の機嫌が怪しいわ。それ気になるじゃん。しかも進路に幅があるなら、予定も読みにくいよね。じゃあ最初は、この台風7号から見るのだ。次にどう動くかが大事なのだ。20日午前3時に、フィリピンの東で熱帯低気圧が台風7号に変わったのだ。熱帯低気圧って、台風になる前の段階みたいなものよね。そこで止まるとは限らないわ。そうそう。雲の流れがまとまって、勢いが増していく途中って感じじゃん。中心の気圧は1002ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は18メートルなのだ。数字だけ見るとまだ余裕そうに見えるけど、最大瞬間風速は25メートルなのね。油断はできないわ。25メートルって、傘どころか自転車もかなりきつい風だよね。接近、アプローチの気配ね。こういうのは一番、読みが外れたくないわ。しかも中心から半径220キロでは、風速15メートル以上の強い風が吹いているのだ。範囲が広いわね。真ん中だけ見て安心できないってことよ。地図で大きく丸が出るやつじゃん。沖縄に向かう予定がある人は、更新をこまめに見た方が安心だよね。1時間におよそ30キロで西へ進んでいて、今後は勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあるのだ。進む速さもあるのね。ノロノロだと長引くし、早すぎても対応が忙しいし、どっちも困るわ。例えば、一つ予定がずれるだけで全部組み替えになる感じじゃん。空の変化も早めに見たいよね。進路の予想には幅があるから、気象庁は今後の台風情報に注意するよう呼びかけているのだ。朝のうちに1回確認しておくと、気持ちがかなり違うわね。ほんとそれ、出る前に空と予報を見直すだけでも、だいぶ安心だよね。次は東京、北区の小学校で起きた火事の話なのだ。11人が怪我や体調不良を訴えたって、かなり重いわね。しかも3つの部屋が激しく焼けたよね。学校でこれって、かなり怖いよね。消防車など75台が駆けつけて、火はおよそ3時間後に消し止められたのだ。75台も、現場は相当な混乱だったはずよ。3時間って、授業どころじゃないじゃん。煙が上がったって聞くだけで胸がざわつくよね。およそ200平方メートルが焼けて、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人、合わせて11人が搬送されたのだ。うち3人は腕や腰の骨を折る大怪我だというのね。そのものだけじゃなく、避難の途中も危ないわ。避難って、急ぐほど足元が乱れやすいもんね。普段の訓練って、こういう時のためなんだよね。出火当時は4階の南側から黒い煙が上がっていて、調べると音楽準備室を中心に隣り合う3つの部屋が激しく焼けていたのだ。音楽準備室にストーブがあったという話があるのね。そこが原因かどうか、まだ決めつけられないわ。そうだね。こういう時は、多分って言い切らない方がいいと思う。20日は現場検証をして、原因を詳しく調べることにしているのだ。再発防止につながるなら、細かい確認は欠かせないわ。学校って毎日人が集まる場所だから、原因がはっきりしてほしいよね。火の回り方やストーブの位置も、これからの焦点なのだ。怪我をした人の回復も気になるわ。無理をしないでほしいのね。まずは落ち着いて、続きの調べを待ちたいよね。最後は、天皇皇后両陛下がオランダで桜を植えられた話なのだ。あ、雰囲気がガラッと変わるじゃん。静かなのに、すごく意味があるよね。東日本大震災の犠牲者を追悼する銘板の前で黙祷されたので、重みのある場面だわ。現地時間19日に、アムステルダム郊外の公園を訪ねられたのだ。その公園って、日本とオランダの交流400年を記念して、およそ400本の桜が植えられた場所なんだよね。400年と400本で揃えているの。綺麗な発想ね。こういう植樹って、どんな気持ちを込めるのかしら？友好の印って感じじゃない？花を見るだけで、国同士の距離が近くなるのっていいよね。市長の案内で前に進まれて、黙祷を捧げられた後、記念植樹の会場まで進まれたのだ。黙祷の後に植樹という流れが、
ただの式典じゃない感じを強くするわね。土を丁寧にかけるって派手じゃないけど印象に残るよね。こういう所作好きじゃん。日本人たちが両国の国旗を振って迎えていたのも温かい場面だったのだ。海外でああやって迎えられるの、やっぱり嬉しいものよ。桜って見るだけで春のイメージがパッと浮かぶし、交流の象徴にもぴったりだよね。両陛下は20日にベルギーへ移動される予定なのだ。次の訪問先でも穏やかな時間になるといいわね。こういうニュース空気まで優しく感じるじゃん。国同士のつながりが腹一つで伝わるのも素敵なのだ。ここで少しだけ台風の呼び方の話をするのだ。急に得意げね。どうせまた変わった話じゃないでしょうね。台風って北西太平洋や南シナ海で発生する強い熱帯低気圧の呼び名なのだ。日本の気象庁は風速17メートル以上を台風とするのだ。へえ、世界と日本で少し基準が違うんだね。世界気象機関だと10分平均で33メートル以上が台風の基準なのだ。見る側で線引きが変わることがあるのだ。へえ、名前だけじゃなくて数字の境目も国際的にずれるのね。それに北西太平洋では年間平均 25.3 個の命名台風があって、一番多いのは8月なのだ。8月が咲いたって夏の空はほんと忙しいじゃん。今のニュースみたいに発生した直後からこまめに見るのが大事なのだ。今日は重い話もあったけど、空の話も海外の話もどれも気になる1日だったわね。気になった話があったらコメントで教えて。アーシも見てくるじゃん。概要欄にリンクもあるから後で見返すのもおすすめなのだ。じゃあまた次回ね。無理して疲れをためないでちょうだい。